やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのレビューの時間だよ。前回から随分時間が空いちゃったけど、今回でようやく完結、2022年ベストイヤホンの3回目をお届けするぞ。ちなみに、今回の動画をもって完結なので、気になる人はマイリストから、他の動画をチェックしてみてくれ。実は、時間が空いてる間に、平面駆動イヤホン、S12 の枠に、タングザゼティアン U がめり込んできたりしてるけど、何はともあれ、一旦この動画を終わらせるのだ。というわけで、早速始めていこうか。BQEYZ サマー。BQEYZ は、もともと、KZ の ZS6 という、ちょっと古いイヤホンのクローンモデルから人気を博したブランドなんだけど、そこから独自性を獲得したのが、このサマーも属する季節シリーズ。他にも、まとめ動画をまとめている間に、トパズという魅力的なモデルも出てるな。サマーは BQEYZ 製イヤホンの中では安価だけど、一番わかりやすく、元気で、ピエゾツイーターが苦手な人におすすめしたい、ピエゾツイーター搭載モデルだ。13mm と巨大な LCP 振動板に、バランスドアーマチュアドライバと、ピエゾツイーターをそれぞれ一発ずつ。それぞれの特性が綺麗に混ざり合い、暖色感とインパクトも強いものの、高音域は明瞭に描き出す。1万円周辺のこのタイプのトライブリッドの中でも、BQEYZ 製品は特に優れてるな。サマーをチョイスしたのは、単純に価格的優位性と、僕の好み。他のモデル、スプリングやトパズにもそれぞれの良さがあるぞ。もし、興味があるなら、それぞれの機種のレビューをチェックしてみてほしい。KZ も ZS10 Pro を抽出したけど、BQEYZ についても、BQEYZ ってブランドがおすすめで、その代表としてサマーを出した感じだな。ちなみに、もっとバッキバキのサウンドが欲しい人は、迷うことなく、ナイス HCK-NX7 M3、および M4 という選択肢がある。リストを作ったのが結構前だから、今見るともう10機種くらいおすすめしたくなってくるな。TRI i3 Pro。TRI は最近だと、HBB コラボの系が話題になってるけど、こちらもトライブリッド、明瞭な高音域、密閉型イヤホンらしいソリッドな音色、という要素でおすすめしたい一本だ。サマーがピエゾツイーターを採用しているのに対して、こちらは平面磁界駆動型を採用していて、中高音域あたりまでが極めて明瞭。加えて、低音域をダイナミックドライバが担当するので、最近流行している、平面駆動一発勝負のイヤホンたちに比べて、明らかに超低音域で優位。基本的には、B8 ダイナミックドライバのハイブリッドっぽい音なんだけど、その間に挟まっている磁界駆動平面振動板のおかげで、ボーカルあたりまでがもう一層はっきりと明瞭になる。これと似たようなものを自然にこなせるのが、最近出ている 13mm クラスの平面駆動ユニットたちなんだけど、でも、より繊細で詳細が見える音を持つ、磁界駆動系のドライバは、単発ではあまりにも音が弱いけど、他のドライバと組み合わせることで、素晴らしいイヤホンになる。i3 Pro はその典型だな。ちなみに、このプロの前身である、TRI i3 は、より重量があり、大きいシェルを採用していた。大きいシェルのおかげで、低音域周りが暴れず、暖色感もある、ベストバランスのイヤホンだったんだが、何しろでかくて重くて疲れる。プロはその弱点を解消したモデルなんだけど、ちょっと中音域くらいまでが明るく変化してる。もちろん、プロの方が好みだと思う人もいるかもしれないけど、プロの装着感と無印のあの音質を両立したいなら、とりあえず太くて上質な純導線と組み合わせとくのがベストだ。標準ケーブルとはまた違う音色を生み出すようになるぞ。個人的には、リケーブルを持って、i3 Pro はさらにおすすめになる。少し前の発売だけど、今触ってみてもやっぱりいいんだよな。iQOO-HHS、ハイブリッドモデルで気持ちよさを追求するなら、これだな。非常に小さいシェル、カーボン系ドライバの緻密な音、そこに BA ドライバを追加した、iQOO の中で最も感触の一台だ。iQOO にはおすすめしたいハイブリッドモデルがもう一台あって、暖色傾向、高音がきらめく、重心の低い音、といった印象が並ぶ、iQOO-OH10 が存在するんだけど、僕は感触好きだから、OHHS の方をピックアップだ。OHHS の良いところは、とにかく小柄でずっと装着していて全く不快感を感じないところ。そして、刺激的なのに、深い音はバッサリカットしていて、やはり不快感を感じない、ソリッドサウンドだ。特に、高音域側が好きな人で、なおかつあんまりギラギラしてない、という、高解像度感触系なのに、ずっと聴いていられる系イヤホンは多いけど、その中でも特にシェルが小さく、完成度の高い OHHS はおすすめだな。
OHHS と同様の装着感で、より暖色感触によりすぎず、フラットなバランスを持つ、愛好 OH にも、ずっと聴いていられる1万円台1ダイナミックドライバーの一つとしておすすめしたくなってくる。個人的におすすめなのは、OHHS と OH2 の2台持ちだ。どちらもとにかく装着感が軽く、それでいて完成度は高い。愛好の次なる新作に期待したいところだな。KOSS スポータプロ、まさかの中華じゃない。イヤホンですらない。いや、一番使いやすいんだよこれ。スポータプロのベースになった、ポータプロは有名だろうけど、バックバンド装着ができるスポータプロの方が僕は好き。音はポータプロと変わらないので、好きな方を選ぶといいだろう。現代ヘッドホンとしては小型のダイナミックドライバー、簡素なボディ、それでも、スポータプロは単純に楽しく、また安定したバランスがある。交換用のスポンジパッドも安っぽく感じるかもしれないが、すなわち維持費が安いということだ。僕は屋内仕様なので、もう3年ほど使ってるけど、クッションパッドの交換だけで、ずっと末長く使える。また、我が家にはもっと強烈なヘッドホンがいっぱいあるんだけど、それらと需要が競合しないところも良いな。開放型なので、音を長時間聞いていても疲れないのがいいし、おまけに開放型だけど結構やりたい放題なバランスなので、自然すぎてなんかちょっと弱々しい。なんて印象も抱かない。単純に楽しくて、単純に使いやすい。スポータプロはハイファイ志向、ハイレゾ志向な人でも、きっと持ってて後悔しない一本になると思うな。数年前に出たポータプロはイヤレスが、ポータプロにそのまま Bluetooth ユニットぶら下げただけだったのには笑ったけど。スマバット M4。実はここには、リスト上、ナイス HCKEBX21 がいたんだけど、僕の好みにより合ってるのは、スマバット M4 だったので、今回は M4 をピックアップだ。M4 は開放型としては低音域が力強く、また、ドライバ交換も可能なギミックのあるイヤホン。そう、ドライバが丸ごと交換できる。よって、今回ピックアップしたものは、音質で言えば標準ドライバのもの。それ以外のものもしっかりとドライバ部分が作り込まれていて、どれを聞いても誰かにがっつり刺さりそうな音質だ。この M4 が発売されるまでの歴代フラグシップのドライバをそのまま継承するとかいう、ジャンプ漫画もびっくりのイヤホンで、それでいて、ドライバユニットをすべて買い揃えて、歴代フラグシップくらいの値段になる程度、モジュール構造は完成していて、従来モデルと比較しても気軽に交換できちゃう。標準ドライバの音色は、感触と暖色のちょうど良い塩梅をつついていて、ナチュラルに走りすぎず、しっかりとパンチも効いた音色だ。この味付けの部分が、EBX21 では高音域から中音域あたりにフォーカスしていて、M4 標準ドライバでは、中低音域から低音域にフォーカスしていた。なので、低音域派の僕は M4 をおすすめするけど、人によっては、よりシャープで自然な音を出す、EBX21 の方が好み、という人もいるだろう。ただ、M4 は新作価格で1万円ちょっとと、お値段からも狙いやすい一本で、その後の拡張性も考えると、やっぱり今一番おすすめしたくなるイヤホンだな。注意点は、インピーダンス、つまり抵抗値がかなり高く、音量が取りづらいこと、よりライトな用途で使用したいなら、ナイス HCKEB2S や、HZ ベルライムあたりがおすすめになる。インナーイヤーは奥深いので、ぜひ気になるビジュアルのものから触り始めてみてほしい。BGM が変わったって？そう、やりたい放題系イヤホンの時間だよ。構成上しょうがないとはいえ、これが最終枠になるとは。LZA4 Pro、現状、高価格モデルの中で、最もやりたい放題やってるイヤホンだと思う。このイヤホンは、3BA1 ダイナミックドライバー、カーボンナノチューブ振動板のハイブリッド型イヤホンだ。この価格帯では結構よく見る構成だと思うんだけど、問題は、このイヤホン、LZ の従来機で、すでに過剰なまでにチューニングを変更できる、ノズル部フィルターギミックに加え、背面部分のフィルターも交換可能ということ。カーボンナノチューブドライバなので、基本的には、明瞭、感触、ソリッド系の音色が得意なんだけど、密閉度とフィルターをゴリゴリに上げて、ドッカンいう密閉型にすることもできる。逆に、完全に音を止める気のない構成にすると、近年のイヤホンにあるまじき、鼓膜を串刺しにするような極端なハイハットを出すこともできるぞ。悔しいことに、いいパーツ使ってるせいでそこまでやっても割れないんだわこいつ。そもそものバランスが、高音お化けことナイス HCKNX7 に近いような、カーボンナノチューブと BA のコンビネーションなんだけど、自分の好みに近づけるために、せっかく使ってる上位機種相当のパーツを、味付けガン無視でボッキボキに調整できる。外見が真っ当になった代わりにそっちがやりたい放題するのかよ。そんなわけで、金に余裕がある人で、心に余裕がある人には、最高に楽しめるイヤホンの一台になっている。
高音のチューニングを極端にすると、HCK-NX7 Mark III とかに近いイヤホンだ。下位機種の LZ-A2 Pro にも、特殊な見どころがあるんだけど、A4 Pro はさらにダブルフィルターギミックでやりたい放題できる。極端なのがお好きな人は、他のイヤホンと被らない、面白い一台になるだろう。あ、ちなみに、おそらくナイス HCK がやってる、今年のハイブリッド2万円福袋の中身はこいつだ。元のお値段だと、悪ふざけにポルシェ使うようなもんでおすすめできなかったけど、今は86くらいまで下がってるから、ぜひ全力で悪ふざけしてくれ。というわけで、なんとか、今年のベストイヤホン、紹介しきった。早めに始めて正解だったな。今年はなんだか、9月くらいからずっと忙しくて、3週間ほぼ毎日新商品を紹介してもレビューするものが尽きないのは、実に楽しいことでもあるんだけどな。でも、できればもっとじっくり聞きたい。NX7 Mark IV とか、ハートミラープロとか、嬉しい悲鳴だな。というわけで、今年のベストイヤホン、これにて完了。このまま、11月11日セールに突入だ。